皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。この日は朝から暖かく、ハウス内はポカポカです。温度計を見てみると気温は25度もありました。上着を着ているとさすがに暑かったです。そして赤くてツヤツヤした葉がとても綺麗なレッドスーパークローン。ピンク色で可愛いのはアイススワン。可愛さではこのラブリーローズも負けてはいません。そしてお目覚めしたドドランタリスたち。これは去年株分けした苗ですが、親株もまた子だくさんになりました。こちらの苗は一昨年株分けした苗ですが、親株と同じぐらいの大きさに育っています。実はこのドドランタリスは一度ダメにしてしまい、リベンジで購入したものなんですが、今ではこんなにね、たくさん増えてくれる株になりました。増えてくれるのは嬉しいんですが、ちょっと鉢からはみ出しているので、今日はこの株を植え替えていきます。今回このドドランタリスを植え替えていくのはこのブリキカンです。大きさがちょうどいいのがこれしかなかったんですが、底穴が開いていないので、今からちょこっと DIY で底穴を開けていきます。センターポンチ付きのドリルでゆっくり穴を開けることで綺麗な穴を開けることができます。はじめの頃は力ずくで穴を開けていたので切り口が汚くなってしまいましたが、今ではコツをつかんで綺麗に穴を開けれるようになりました。ついでにもう一つのブリキ缶にも穴を開けておくことにします。それでは先ほど穴を開けたブリキ缶にこのドドランタリスを植え替えていくんですが、ハウス内はすでにいっぱいなので大きな鉢を入れるスペースもなく、今回はこの吊るすタイプにしてみました。それでは今からドドランタリスを植え替えていくんですが、今回使う土も花と野菜の土を使っていきます。このドドランタリスはお水が好きなので水持ちのいい土に植え替えてみようと思います。ちなみにこのドドランタリスもアエオニウムの仲間です。夏に休眠している姿をちょっと見ていきます。休眠中も土が乾いたらたっぷり水やりをしますが、それでもキュッと締まった葉の周りにはたくさん枯れ葉がついています。今回この枯れ葉は取らずにそのままにしていましたが、何の問題もなく成長してくれています。それでは鉢から苗を抜いていくんですが、周りについている小株を傷つけないように優しく鉢から抜いていきます。鉢から抜いて独り立ちしているドドランタリスの小株を親株から外していきます。小さい苗を無理に外すと枯れてしまう原因になるので、触って根がポロッと親株から外れる苗だけを取るようにしてください。残りの株はつけたまま新しい鉢に植え替えしていきます。苗が鉢の中心に来るように周りから土を入れて、苗がぐらつかないように土をしっかり押さえ込んでいきます。害虫予防も忘れずに。このスターガードは去年の春から使い始めていますが、特に虫がついたということはなく、多肉は順調に育ってくれています。今使用している花と野菜の土があまりいい土ではないので、ふかふかしすぎていてちょっと使いにくいですね。
こんな感じでいいかな。親株のドドランタリスの植え替えはこれで完了です。こんな感じでハウスの支柱に吊るして育てていこうと思います。先ほど親株が植わっていたこの鉢に、今度は外した小株の中で一番大きい株を植え直していきます。この小株にもさらに小株がたくさんついています。植え替える手順は親株の植え替えと同じです。そして私が今一番欲しいと思っている多肉がアエオニウムのアドニスです。休眠している姿が枝先についた梅干しみたいでとっても可愛いんですよね。探していますがなかなか出会うことのできない多肉ちゃんで、いつかお迎えできたらなと思っています。リスナーさんの中にもきっと憧れ多肉ちゃんとなかなか出会えないなんていう方もいるのではないでしょうか。それこそ私が多肉植物を育て始めた頃は桃太郎やチワワエンシス、七福神などもなかなか出会えない多肉でした。それが今では普通にどこでも買えるのでちょっとびっくりしています。小株の一番大きな苗を植え終えました。次は残りの小株を3つビニールポットに植えていきます。スターガードをちょっと振りすぎてしまったのはご愛嬌。ピンセットを使い土にしっかり混ぜ込んでおきます。そうそう忘れるところでした。年末に2万人達成記念イベントをしますということでしたが、今回はリメ缶と多肉のセットで抽選会をしようかなと考えているところです。まだね、リメ缶の方がちょっと仕上がっていないので、そっちをね、急いで作って多肉とセットにして、それが出来上がった頃にまた抽選会の準備をしていこうと思っているので、チャンネル登録がまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。前回の抽選会ではせっかく当選していたのにご連絡いただけない方がいらっしゃったんですが、今回の抽選会では再抽選はなしにします。ということで今回の抽選会はリトルビーガーデンの販売専用のインスタグラムで募集しようと思っています。本当にまだ何も決めていないので、当選人数など詳しい詳細はまた動画内でお知らせしていく予定なので、動画を最後までお付き合いよろしくお願いします。ちなみにリトルビーガーデンのインスタグラム販売専用アカウントはリトルビーガーデンマルシェとなっています。こちらは承認制なので早めにご登録お願いします。ドドランタリスの植え替えも残るは最後の一つ。この最後の一つをサクッと植え替えして今日は終わりにしたいと思います。やっぱりこの土どうしてもふかふかしちゃうんですよね。指で結構押さえてるんですけど、それでもまだまだふかふかです。今植えている苗は根が出ていたものの少し小さめなので、このまま順調に育ってくれればいいんですが、ちょっと心配ですね。すべてのドドランタリスの植え替えが完了しました。はい、ということで今回の植え替えでは親株の他に根が自立している苗4つを別に植え替えしていきました。後ろにもちらっと見えているんですが、その他にもこのドルフィンネックレスやこちらのパンクチュラータ、そしてアエオのキウイなども増やしている途中です。そうそう、このクラッスラの星の王子もカットしてブローメアナと一緒に
植えてみました。今回は水持ちのいい土ということで、花と野菜の土に鹿沼土は混ぜていませんが、このまま様子を見て育てていこうと思います。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。